どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前90センチ水槽をレイアウトしていく動画をいくつか出していたんですが、覚えていますでしょうか？自分史上最大の水槽サイズということで、半年間孫つきながらようやく立ち上げた水槽なんですが、結構な長編ネタになってしまいました。それでもようやくレイアウトの大枠が完成し、ある程度水槽としての体裁を成してきたということで、90センチ水槽の動画は一旦ストップ。ただ、あれからいろんな問題が噴出し、対応に結構追われることになったので、あれからどういった変化が起こったのかをお話ししていきたいと思います。というわけで早速やっていくんですが、少しだけおさらい。まず、レイアウトをすべて終わらせ、中継部分にミクロソリウムを置いていき、後継に組織培養水草の有形層を植栽していきました。全体的にどうなっていくのかは全くイメージできておらず、自分でもドキドキなんですが、とりあえず両隣の流木にミクロソリウムを置いたことで、ある程度見れるようになった気がします。陰性水草は置くだけである程度様になるのが素晴らしいですよね。苔にさえ気をつけておけば長期維持も可能ですし、フロートがこぞって陰性水草を押す気持ちが少しずつ分かってきました。ということで、この後継層を植栽した時点で注水から2週間が経過し、ある程度水質もこなれてきたんで、追加の水草を植栽していきたいと思います。そこで出てくるのがこちらの水槽。陰性水草ストックベアタンク水槽です。その中のチャーム福袋で買った素焼き鉢アヌビアスナナプチと衝動買いしたアヌビアスナナジェイドを取り出していきます。取り出したアヌビアスたちがこちら。ポットのナナプチはだいぶ立派ですね。ジェイドの方は茶苔が生えてますが、こすれば落ちるんで気にしてません。適当に置いてた割にはどのアヌビアスも徐々に成長してて嬉しいですね。ポットから取り出し、ロックウールをきれいさっぱり取った状態がこちら。意外と量ありますね。ジェイドもしっかりありますし、プチも申し分ないです。ちなみにナナプチの方は素焼き鉢以外にも店舗で衝動的に買ったボット売りのやつも付け足してます。やっぱアヌビアスっていいですよね。まず植栽していくのはアヌビアスナナジェイド。中央のくぼみのところに石の隙間に活着するように植栽していきます。これがなかなか難しく、流木を入り組んだ状態でセットしているため、なかなか腕が入りません。正直こんな風にレイアウトしたことを若干後悔しています。メンテナンス性を無視したレイアウトは後々苦労する羽目になりますね。そしてアヌビアスナナプチの方は流木の隙間に差し込むようにして植栽。正直接着剤も使いたくないし、テグスで巻くのも不可能なんで、挟み込んで固定できるところに適当に置いちゃいました。まあ陰性水草だから大丈夫でしょうと謎の自信を持って細かいことは考えないようにします。ジェイドは最終的にこんな感じになりました。やはりこれも注水前にやっておくべきでしたね。植えられるところに適当に植えたって感じで、あまり思った通りにはいきませんでした。続いてアヌビアスを植栽して2日後の状態がこちら。ところどころ苔が目立つようになってきました。特に水流が強く当たる部分のモスには茶苔らしきものがべったり。あまり景観としてはよろしくないですね。立ち上げ初期はしょうがないと思うんですが、植栽前に空回しもしてたんで、あんまり苔は生えないだろうと油断していました。ミクロソリウムウィンドナロー系にも糸状の苔が生えてきてます。そして状態がよろしくない葉も見受けられます。見た感じ、枯れてる葉に自分が大嫌いな芝生状の苔が生えてきてるので、
状態の悪い葉をカットし、物理的に除去します。そしてもう一つ問題になっているのがこちら。100均で買った糸が分解され、固定する役割を放棄しています。これは誤算でしたね。テグスにしようか迷ったんですが、木綿糸なら自然と分解されていい頃合いに勝手に消えてくれるだろうと思ってたんですが、予想以上に溶けるのが早い。南米ビローモスは活着スピードが遅いこともあり、2週間ではしっかり活着されません。この段階ですでに数匹ヤマトヌマエビは入れていたんですが、これ以上増やすと南米ビローモスがちぎられそうです。しかし、周りを見てみると苔がどんどん勢力を伸ばしています。これを見過ごしてしまうと、陰性水草にダメージが及ぶことも考えられるため、苦渋の決断ですが、苔取り生態を追加導入することに。もともと5匹入れていたヤマトヌマエビを10匹追加していきます。ヤマトヌマエビは水草レイアウト水槽には欠かせない存在ではあるんですが、いかんせん馬力が強いので、水草の食害など考慮すべき点も多くあります。90センチ水槽にはもっと入れていいと思うんですが、とりあえず南米ビローモスがちぎられることも考え、仕切ってこの数にしました。導入直後から茶苔にまみれた溶岩石の周りをつまつましてくれてます。頼もしくもあり恐怖でもある映像ですね。でかいヤマトは結構怖がられがちですが、これくらい小さいやつなら可愛いもんです。ミクロソリウムに乗ってチャーミング。一番掃除してほしいウィンドナロー系もつまつましてくれています。そして問題の南米ビローモスにも着手してくれているようです。どうかお手柔らかに。続いて登場する苔取り生態がこちら。オトシンクルスです。自分の大好きな苔取り生態で、壁面などを舐め取ってきれいにしてくれるウイアスです。今回は5匹導入していきます。こちらも早速ミクロソリウムの葉をむしゃむしゃしてくれてます。ほんとかわいい。それから1週間後の状態がこちら。なんかいろいろ変化してますね。まず真ん中付近に植栽していたアヌビアス7ジェイドがすべてなくなってます。しばらくそのままにしてたんですが、正直ジェイドは明るすぎてこの水槽には合わなかったです。もっと明るめの水草が多く入ってる水槽じゃないと浮いてしまいますね。まあ幸いにもがっちり固定してるわけではなかったので良かったです。とりあえずジェイドはベアタンク水槽に戻ってもらって来るべき日に備えてもらいます。そしてもう一つの変化がこちら。真ん中の流木に活着させていたピーコックモスが剥げました。まさかこっちが先にやられるとは思いませんでしたね。こちらも木綿糸が分解され、真ん中付近がばっこりいかれてます。南米ビローモスよりピーコックモスの方が活着力が弱いのかは分かりませんが、ついていた流木の表面が他の流木よりもツルツルしていたのも剥がれやすかった原因かもしれませんね。まあこれはヤマトを入れなくても取れちゃってた気がするんでしょうがないです。そして後茎に植えた水草の状態がこちら。まずはグリーンロタラ。結構繁茂してますね。ただあんまり密に植えていないのと、強力なライトで照らしているため匍匐しています。グリーンロタラは特に匍匐しやすいんで、トリミングでなんとかしないといけなそうです。続いて中茎の赤系水草たち。ロタラマクランドラは綺麗になってきました。ちょっと思ってたより存在感強めですけど。後ろのニードルリーフルドビジアも好調ですね。しかしその両サイドが見当たりません。なぜかはわかりませんが、ロタラマクランドラミにだけ極端に成長が遅いです。別に水草の状態悪くなかったんですけどね。ベトナムゴマノファグサはこんな感じ。もっと緑色かと思ってたんですが、茎部分は茶色みがかってますね。グリーンロタラよりもやや小柄な葉はとても綺麗です。
よくベトナムゴマノハグサの名前を聞いてたんで人気種なのかと思ってたんですが、小型水槽にも使える見た目なんで自分も気に入りました。続いて登場するのはこちら、アノマロクロミストーマシーです。こちらは対スネール用の最終兵器で、その殲滅能力は折り紙付きです。バジスバジスやアベニーパファー、チェリーバルブなどの他のスネールキラーとは比べ物にならないです。自分が一番憎んでやまない平巻き貝も駆逐してくれます。本当は侵入を許すつもりはなかったんですが、例に漏れずこの水槽にも発生したので最終手段として導入。まあ生物兵器でのスネール駆除は完全に駆逐はできないんで気休めではあるんですけどね。そのまま水槽に入れていれば目につくスネールは消し去ってくれます。ただこのトーマシーはとても気性が荒く、本営が難しいのが難点です。自分が飼育しているトーマシーもだいぶ成長してきており、他の生態を攻撃する行動が目立ってきているので、ずっと入れることはできません。今後本格的なスネール駆除方法を模索する必要がありそうです。とりあえず2匹を放流し様子を見ておきます。それから1週間後、ついにピーコックモスの大半が剥げました。これは由々しき事態ですね。まあなかったらなかったでいいかもしれないんですが、これもどうにかしないといけない。南米ビローモスは意外と活着しているように見えます。ただ前回見た時よりも密度が薄く、しっかり活着できていなかった部分はヤマトに剥がされているようです。このように水流に乗って右手前に剥がされたウィローモスが溜まってます。これはもう諦める必要がありそうです。まあ間引きしてくれたおかげで通水性も良くなり、ウィローモスも健康に育つのではとポジティブシンキングでいきたいと思います。全体はこんな感じ。反射して見づらくて申し訳ないです。撮影中変更フィルターつけてるんですけど、全く意味をなさないです。こうやって見ると全体的には取り立てて変化はないですね。上から見た後継層がこちら。先ほどの映像から1週間経過していることもあり、ロタラも茂ってるように見えます。ただ先述した通り匍匐がひどく、一面を覆ってはいますがそこまで伸びてはない印象。ベトナムゴマノハグサは結構いい感じになってる気がします。真ん中の水草がこちら。ロタラマクランドラとニードルリーフルドビジアはいいんですが、やっぱりロタラマクランドラミニが調子を落としてますね。両サイドの水草に光が遮られてるのもあるのかもしれません。右側はこんな感じ。成長が早いミリオフィラムマトグロスセンスよりもまだロタラの方が優勢のようです。さすがに超高性能 RGB ライトを使っているおかげもあり、有形層は順調に育ってますね。光量も強みにしてるので苔が心配だったんですが、90センチ水槽にもなるとだいぶ安定しています。最初の苔が出てから苔取り生態を導入して以降、苔に悩まされることはなくなりました。というわけで全体的には順調なんですが、唯一問題になっている剥がれたビローモスに対して策を講じていきたいと思います。まずは排水パイプに近くで水流が直に当たり剥げてしまった流木部分を修復するために水を抜いていきます。この排水作業が90センチ水槽にもなるとだいぶ時間がかかります。こちらの流木にもピーコックモスを活着させており、木綿糸で縛ってたんですが、エーハイム2215の激流に揉まれ、跡形もなく消滅しました。今回は流木を固定してしまったこともあり、手ぐすが負けないので、手っ取り早く接着剤を使っていきます。本当はあまり使いたくなかったんですが、致し方ないです。使用量は必要最低限にとどめ、ウィローモスを活着させます。どうにかこうにか修復することができました。続いてはもう一段階水位を下げて、
一番気になっていた真ん中の剥げてしまった部分をカバーします。先ほどと同様、接着剤をちょんちょんとつけて、そこにウィローモスを押し当てます。接着剤って最初は結構べったり塗りがちですが、これくらい少量でもしっかりついてくれるので、つけすぎには注意しましょう。これくらいの後であれば流木も再利用できると思います。一時はどうなるかと思いましたが、無事に剥げた部分を隠すことができました。というわけでいかがだったでしょうか。後継層を植栽してから3週間、苔に悩まされるわ、ウィローモスは剥げるわで大変でしたが、なんとか軌道修正できました。残念ながらアヌビアスジェイドはこの水槽にはマッチしませんでしたが、他の水槽で使えるかリベンジしたいと思います。まだまだ完成とは程遠い水槽なんで、完成に向けて頑張っていきたいと思います。この水槽の動向が気になる方はぜひチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。